はい、どうも、ジャルです。今週もね、ちょっと火曜日できなかったんですけれども、水曜日ですが、10時からエボニープレイ配信を始めていきます。よろしくお願いします。ということで、長谷川さんこんばんは。コメントありがとうございます。これ今日、PC 版のね、エボニーがなんか、立ち上げたらダウンロードが始まって、右上の表示がバグってるんですけど、これは私だけなのかな。これ再起動ね、しても治らんくて、なんだろうって、なんだろうってなってましたけど、まあまあどうでもいいんですけど、宝箱、今日は宝箱もうすでに取ったからどうでもいいんですけど、はい、なんか5%オフなようです。はい、なんか何かに失敗、画像の読み込みに失敗してるかもしれません。はい、ということで今日はですね、タイトルにあります通り、久しぶりの素晴らしきなんちゃらの世界ですね。素晴らしき K37 の世界ということで、いつだっけかなあの軍検のね、研究がしたかったんですよ。それで、確かね、1月とか2月あたりに K36 になって、で、まあ、そこから3ヶ月とか4ヶ月経ってですかね。はい、K37 になりましたというところで、K37 になった話をしていこうかなと思っているのですが、まあ結論から言いますとなんか劇的な変化ないかなみたいに思っていて。というね、今ね、ハリボテの K37 なんですよね。はい、ね、ちょっとお品書きにも書いてるんですけど、見た目だけの K37 ということで、ちょっとね、にわか、にわか K37 なので、いやいや、もう JAL さんそここれ気づいてないですよみたいなね、ところがあれば教えてもらえたらいいなと思いながら、はい、やっていきます。はい。はい、ということで、昨日まででしたかね、資源の、還元イベント、資源じゃないですね、資源とスピード同時還元イベントお疲れ様でしたということで、資源がね、来て、その後またすぐ同時還元ということで、結構大変だった人も多いのかなと思いつつ、またね、次の金曜日からまた資源の還元イベント来るんですよ。はい、ということで、ちょっとね、今週はね、皆さん、しっかり、資源を蓄えて、また、金曜日からの資源還元イベントやっていけるといいのかなというところでございますということで、はい、私は資源還元イベントの、まあ、効果でね、前回の木曜日の配信でもやったんですけど、戦勝記念塔ですね、37にすることができ、レベルにすることができました。エネゴリさん、ジャルテンテコメントありがとうございます。はい。いや、先生って、エネ、エネゴリさんの方がめちゃくちゃレベル高いじゃん。なんか K39 か K40 なんかやろうとしてませんでした？あれなんかすごいことになってたようなのを見かけたような。ヒカさん、コンジャルは K37 おめでとうございます。ついにキープレベル追いつかれたし、パワーはとっく抜かされてました。ありがとうございます。まあ、白レベルはね、なんか、適当に、てか私あんまり、中のね、内装まだ揃えてなくて、この K37 になったらちゃんとやろうと思って、監視とかあげようと思ってるんですけれども、はい、ちょっとここまではね、いろいろあって急いできちゃいました。はい、パワーもね、ヒカさんはあれじゃないですか、ゴーストというか、防衛ではなくて、殴り勝つ城じゃないですか。そう、私ね、あれやりたいんですけど、先にね、防衛上げちゃったんで、ちょっとね、今更ゴーストはできなくて、って思ってるんですけど、まあ、まだ狭間な気はしますが。はい、ということで、はい、パワーもね、1.3B に来ましたということで、ちょっとずつね、兵を増やしてる状況ではありますと。というところで、戦勝記念塔ね、まあ、レベル2にしまして、レベル3もね、実は、やろうと思えば、前回もできたんですけど、まあ、ちょっとジェムが大変だと
特性のね、3人目のマックスも、もう、見込みも素材もあって、まあ、ジェムだけね、ジェムもあげるだけならあったんですけど、ちょっと還元イベント的にちょっと嫌だなとなりまして、はい、ちょっとね、戦勝記念塔は金曜日のね、イベントが来たら、やっていこうかなと、はい、上げていこうかなと思ってますということで、戦勝記念塔はね、3、あと4もね、一応予定では、そんなに時間空けずにいけるかなと思ってるんですけども、はい、3を上げますと、で、戦勝記念塔を急いでた理由がこいつですね、行政庁。なんか、ケン37の話題とちょっと外れちゃうんですけど、行政庁をね、やっとレベル12まで上げることができましたということで、これ、どうしてもね、10にしたかったんです。理由はこいつですね。はい、このね、工場兵器の、将軍がね、余ってるんで、ここにくっつけたかったんですよ。元老院に配置したくて、シャーマン、は、まだね、始めて間もない頃に工場兵器用の将軍ということでシャーマン育ててたんですけど、まあ、片落ちじゃないですかと。あ、ちなみに、あれですね、今月、右上からかけらもらえるやつ、シャーマンだった気がしますね。はい、まあ、いろんな機会で、たくさんそのかけらをね、もらうことができるので、まあ、シャーマン自体はね、暇な時に、あのね、この赤星をつけてあげて、まあ、まあ、元老院のね、重鎮としてね、君臨してもらおうとは思ってるんですけども、まあ、とりあえずね、設定できましたと。で、このセットしただけのバフは、まあまあいいとして、こっち強いんですよ、こっち。まあ知らなかったんですけどね。はい、育ててみて、めっちゃいいじゃんってなりました。はい、この防衛時、射撃兵と工場兵器の HP プラス4%ということで、1レベル上げるごとにね、プラス2%ということで、今、戦勝の宝石あるじゃん。レベルアップしよう。これからね、BOG なんでちょうどいいですね。はい、レベルアップということで、なかなかね、防衛の射撃兵と工場兵器の HP って上げづらいと思うんですけども、ここで上げることできたんだと。はい、これ嬉しいです。はい、これ課題だなと思ってたんで。はい、今後もね、もりもり上げていきたいなと思っているっていう感じですね。カムカムさん、こんばんは。技術戦力はどのくらいですか？こんばんは。コメントありがとうございます。初コメですかね。ありがとうございます。技術戦力は、私 31.3M ですね。はい。多分ですね、軍権を上げてないんで、私多分ちょっと低めだと思います。はい。軍権、また還元イベント来なくて畜生って思ってるんですけど、還元イベント来るまで意地でも上げないって言って、今、死ぬ気で貯めて、来たら速攻で上げまくろうと思って、ね、これね、ステイしたまんまなんですけど、はい。確かね、この軍事研究所の研究を上げたら、なんかもり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 技量上がっ、この技術戦力上がったんですよね。はい。ということで、ここね、おそらく、建設戦力は抜くはずだなと思ってたんですけど、はい。ちょっとなんかしないけど、2ヶ月ぐらいね、戦術研究の還元来なくて、一切研究してないんで、若干ね、低めになってます。はい。で、このね、昇、この昇進ランク昇進がね、ずっとできてなくて最近ね、金枝をもらえる機会が増えてきたので、可能な限りね、その交換するようにして頑張ってはいるんですけども、ここがね、上がるとね、あのーもうちょっと、交易にそろそろシフトしたいなと思っているので、この辺をね、上げていきたいんですけれども、金枝しばらく集まらなそうですね。これ条件がさ、歩兵と騎兵がレベル8だけで、もう射撃兵とか工場兵器、これ全く参照されてないんですよと。これきっと、レベル2にしたと、レベル3すぐ上げれるぐらいのこの昇進条件って満たしてるんじゃないかなってなんとなく思っていて、まあもしかしたら工場兵器10にしなきゃいけないかもしれないですけど、ってなった時に、金枝どれだけ必要なんだなっていうのはちょっと絶望してます。なんかもっと
もっと必要でも、ちょっと無理なんじゃないかなって、ちょっと絶望してます。で、あとね、この総督系は、全部コンプリートしましたということで、次は司令官ですね。はい、司令官がね、レベル13なんですよ。行政庁のレベル13が条件でした。はい。で、攻撃時の歩兵 HP とかね、攻撃時の騎兵 HP、また攻撃時シリーズが上がるみたいですというのと、ロックされてるかね、ここわからないんですけれども、はい。役職レベルアップもきっと強いのがもらえるんでしょうと。昇進はあ、防衛が上がるじゃん。へえ。800必要なんだけど、いきなり。何これ。あ、でも800必要だった気がする、前回も。これも800だった気がする。はい。まあいいや。次のね、行政庁レベル13、これがね、条件があって上げられてませんということで、はい、また来ました。戦勝記念塔のレベル。はい、これが条件になってます。はい。ということで、戦勝記念塔の、ね、レベルもやっぱさっさと上げたいなということで、次の金曜日にね、資源還元来たら戦勝記念塔のレベル3に着工しようというふうに思っています。はい。で、って話はまあいいんだった。計37になりましたよということで、変わったところの話ができたらいいなと思っていたんですけれども、ちょっとね、特段なかったです。まだ気づいてないだけなのかもしれないですけど、前ね、K36 になった時だったかな、ここのクエストが厳しくなったんですよ。この毎日クエストこれが闇市でのアイテムが10個だったのが15個に上がり、兵士を作るのがレベル12でよかったのがレベル14を作れみたいなね、厳しくなったし、この回数とかもね、なんか増えたんですよ。はい。こいつは一緒かなカエサルは一緒だと思う。こいつも、ね、10M だったのが 12M になったような気がするし、ワールドボス倒す回数も10回とかだったような気がするんですけど、なんかちょっと大変でなりましたと。いう感じなんですが、先週 K37 に上がってから、クエストの感じ見てても、なんかそんなにね、なんかきつくなったなっていうのはなくて、気づいてないだけっていうこともない気はするんですけど、あと、王の対決のノルマも、こんなもんだったかなみたいな。あ、でもなんか1300のジェムはちょっと増えてる気がする。大体ね、白レベルが上がると、この王の対決の、条件がちょっときつくなるけど、報酬がちょっと良くなるみたいなね、傾向があるかなと思ってて、はい。正確にね、見比べたわけじゃないんですけども、過去の配信を見比べると一応わかるんですけど、ちょっとそこまでするの大変だなと思って、はい、なんかちょっと、いつも通りちょっと上がってる感があるな、ぐらいなところですと。はい。上げれば上げるほどね、少しずつリワードが良くなっていくシステムになってるので、というのと、あとは将軍枠がね、また増えたんですが、これもね、直前に一気に増えたじゃないですか。一気に増えたことに対するね、言及が結局なくて、エボニーは、アピールの仕方間違ってんなって思うんですけど、はい、将軍枠はね、増えたところからあんまり引いてないので、特段ね、影響なく、広がってやったぜっていう感じですかね。気兼ねなくね、行政庁だとか戦略にね、使えるようになってね、非常にいいかなと思いますと。で、K37 に期待してることっていうのがあるので、そこの話をちょっとしていこうかなと思っていました。で、一つがね、はい、みんな大好き集結の場ですね。集結の場はすぐ上げました。これね、部隊定員アップのパーセントとかも、やっぱこの一番最初のね、元の点数、効率がね、増えれば増えるほど、そのパーセントの伸び、パーセントに対するその数字の伸びがね、良くなるので、はい、ということで、部隊定員数が3万5000かな。はい、増やすことができましたということで、一応ね、エレクトラ、特にバフとかを使わずに 2M 行くようになりましたねと。さらにここで2万増えるんですけれども、エレクトラに M 行くようになったし、バフをね、使えばもっといけますよと。あと、騎兵ですね。騎兵はね、特性とか上げてないんで、部隊定員そんな上がらないんですけど、それでも 1.9M になって、部隊定員アップを使うと、2. 何 M となってきて、またね、T14 の馬が足らなくなってきたんで、作んなきゃってなってるところですと。
今 2.26M あるんですけど、2.26M は足らなかったですね。はい、同盟ボスとかでね、ランキングを狙うためには、舞台転移アップ使っているんですけども、それやるとね、足らなくて、下まで使い始めるみたいなね、ことが今発生しているので、またね、仕方なく T14 の兵を増やしているんですけど、まあそうするとね、鉄が足らなくなるんですよ。これも今日も作りました。はい、今日もクエストでね、ちょうどあったんで、闇市15個買い。闇市15個買いが結構えぐいんですけど、マジ、どうでもいいものに、今日は買ったから買わないですけど、このね、このゴールドにはお世話になってますね。360ジェムで2回消費できるぜ、わーいって思ってる。はい。そんなところで、集結の場はまず上げましたと。で、金曜からの消費還元で次上げようと思ってるのはここですね。科学院です。はい。基本的にすぐ上げるべきなのは科学院と、集結の場、あとは MA、軍事研究所かなと思ってますというところで、科学院に期待していることが、ここの防御の進化ですね。はい、K37 になったところの防御の進化では、なんと、一気にね、今、まあ全部研究終わっちゃってるんですけど、この致命的な罠、これがね、12まで上がるようになるので、全部下まで突き抜けるようになりますよということで、すべてのね、研究が一通り網羅できるようになりますという感じで、これです。この戦いの道。この戦いの道を上げたかった。はい、私みたいな無課金プレイヤーは、命の源を枯渇したら、兵士、消滅するっていうね、リスクをはらんでいるので、もう、命の源一つの価値が上がるね、この戦いの道をどうしても上げたくて、で、これを上げてからじゃないと兵を増やしたくないなと思っていて、っていうので、はい、やっとね、戦いの道が上げられるなと。まあもちろんね、K37 にしただけでは、全部上げられない。多分12とかで止まると思うんですよ。この12がマックスなのか、もしくは16だとか、まあなんかその辺のね、キリがいいところで止まるかなとは思ってるんですけれども、でもやっぱね、全然違いますよね、というので、これね、楽しみですと。で、もちろんね、この辺の、この防御力アップの純増バフ。これいいですよね。攻撃にも防御にも使える。HP と防御が、上げられますよというところで、今後ね、殴っていくときに、まず相手の防衛軍の攻撃に耐えなければいけないということで、この防御の進化を全部研究を終わらせることで、まあ、バフ、なんか40%ずつぐらい全部上がるのかなみたいなね、ところをちょっと、はい、思っていますと。いう感じで、一応ね、今、それに向けてね、ジェムをちょっとジェムじゃねえや、賢者の石を貯めてて、今1万2000まで貯めてますかね。はい。この辺のね、軍事力昇進まだちょっと残ってるんですけど、高いんですよ、これ。なんか、1700ぐらい賢者の石突っ込むことになるんで、いや、これよりは K37 になった時に、もうボンボコ研究したいなと思って、今ね、軍事力昇進泣く泣く止めて、防御の進化上げ待ちみたいになってますと。はい。で、本当はね、軍権もすぐ上げたいんですけど、はい、皆さんご存知の通り、戦術研究の、まあ、還元が来てませんと。で、その還元が、まあ、来るまでは、まあ、私はまだ上げなくていいかなと。まあ、なんていうか、切羽詰まってすぐ強くしたいわけでもないので、はい、上げられるタイミングでね、しっかり上げることでいいかなと思っているのでっていうので、軍権はレベルアップさせるのは、また、次の次のね、資源還元にやろうかなって思ってます。メロコックさん、昨日のアップデートできたスカウトみたいなのやってますか？なんだろう、スカウトみたいなのって。ちょっとそのあれだとわからない。スカウトみたいな、風俗の話？スカウト、偵察の意味かな？
最近のエボニーってサーバーごとにイベントが違うので、その、来てるけど、あの、今、意図が汲み取れてないのか、それとも私実は来てなくて分かりようがないのかが分からないのでね、もう少し固有名詞がもらえると助かるかなって感じですね。ほいほい。で、じゃあそのコメントを待ってる間に、軍権はね、上げれてませんっていうのと、次ね、もういつでも軍事研究所をレベル2にアイコンが、アイコンがじゃない。軍事研究所の、レベル2を、いつでも上げようと思えば上げられるので、この辺のやつね、上げて、すぐ縦に伸ばせるようなね、ところを、まずは上げていこうかな、みたいに思ってます。メロコックさん、一旦場外に出てクエストの上側にスカウトというアイコンが出ます。クエストのアイコンの上にスカウトっていうのは、私のやつは、スマホ版だからということでもないかな。PC 版だからということでもないかなって感じかな。スカウトってやつは PC 版でも見てなかった気がする。スカウト、クエスト、ブックマーク、ワールドマップでアイコン出る。じゃあ多分うちないですね、それ。なんだろう、スカウトって。メルコックさん、新しいサーバーでしたっけ？いや、アップデは今日やったんですよ、私。だいたい配信前に先にアップデするんで、バージョン確認すると今最新なんですよ。なので、うちのサーバーに来ないやつじゃないかな。なんだろう、パズルゲーム関連かな。またあれですか、サーバー限定のやつかな。最近ね、サーバー限定のやつが多くてわけわかんないんだよな。ちなみに、先週ね、うちのサーバーは来てなかったんですけど、別のサーバーでヘカテのイベントが来てましたね。メルコックさん、バージョン最新版でも無理やりアップでしたら出たよ。無理やりアップでしたら。パソコン版でですか？ヒカさん、それ偵察兵士ってやつですか？多分一部サーバーのみです。うん、だと思います、だと思います。そう、私今日そうバージョンアップしてるので、多分うちのサーバーではないやつだと思いますね。またサーバー限定イベント増えてんのか、そう、うちのサーバー、そもそもあれも出てないんですよ。アグロペ携帯版でさ、サーバー1449でごわす。いや、そうですよね。多分、あのーサーバーごとに結構イベントが違っててかね、めちゃくちゃ新しい1500番のサーバーでもアグロペが出てたりとかするので、ちょっとね、イベントの出る条件がよくわかんないんですよね。はい、多分、アイコンだけ出てることって多分なくて、イベント、もしくは、お知らせに、多分情報が載ってるとは思いますと。で、残念ながら、うちのサーバーには、そのイベントは来てないですね。そう。てかね、うちのサーバー、私がいるサーバーは、結構ガラパゴス化してる感じがします。いろんなサーバーで起こってるやつ、なんか来てなくて、そう、結構ね、X とかで投稿見てるんですけど、このイベントうちまた来てないなーって思うこと多いんですよね。うちのね、イベント、バッカスでしょ？なんか星の女神のなんちゃらとかいう、全く興味がないやつでしょ？で、フン族でしょ？でも、フン族多分全体できてますよね。これ、もともと、今回がシーズンエンドだったんで。で、巨人の知恵の神殿でしょ？ぐらいですね。宝の地図も来てないけど、宝の地図とフ族ってなんか今最近交互に来るのかなっていう感じがしてますかね。はい。で、携帯版も、今日はアップでしてないけれども、昨日は特になかった感じかなと思ってますけれども、多分一部のサーバーのみっぽいですね。また、
新しいイベントが来てんのか。いいな。さてさて、あ、ちょっと待てよ。資源、資源。ほい、さて。何の話だっけ。あ、そう、軍艦だ。そう、軍艦ね。軍艦今全然上げれてませんということで、蛮族も、部隊定員も K37 仕様にしたこともあって、蛮族もね、レベル5を倒せるやつを増やしていきたいなと思っているんですけど、レベル5で戦うためには絶対この2つ、アタック時の射撃の HP 防御上げないと、この辺がね、上げていきたいんですけれども、これな早く来てくんないかな。でもね、もう絶対枯渇するって分かってる。というか、これでリワードがもらえるって分かってるのに、今やる気に全然なれないんだよな。メロコックさん、日本語に切り替えたら確かに偵察兵士でした。ちな何のお知らせもなし。お知らせなしえぐいな。えぐいっすね。イベントバナーもなしっていうことは、そもそも何のリワードがもらえるかもよくわかんないっていう。まあ、その偵察兵士っていうところのアイコンをクリックするとわかるのかもしれないですけど、まあ、お知らせメールはね、なんか書いてないことちょいちょいやるからな。さすがにイベントバナーないのかな。メルコックさん、工場兵器の部隊転移上げやろうぜ。あ、そう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 。いや、それなんですよ。K37 の軍事研究所の一番の目玉は、この構成ですよね。構成1。そう、さっき、縦に伸ばせるように、次のね、やつが来たら、この辺を全部上げてきますよっていう、縦に伸ばせるようにやりますよって言った真意は、今、メルコックさんがコメントくれた、これなんですよ。構成1。もしかしたら前もちょっと話したかもしれないんですけど、軍事研究所の中の工場兵器の陣形の K37 にすると研究ができるようになる、この部隊定員アップ、0.5% アップ。でこれ多分、軍事研究所って、リニアに、線形的にっていう言い方、伝わらない気がする。なんていうか、数字がね、急に大きくなるとかなくて、0.5ずつ上がっていくやつかなと思ってるので、順当にいけば 0.5×20 の、10%上がるかなと思ってますと。で、たかが10%、されど10%、40万なので、今私の部隊定員の枠が40万なので4万増えますと。いや、このね、4万増えるだけでも全然違うというか、これを上げておくと、今度ね、また集結の場をレベルアップした時にね、より増えることになるので、そう、軍艦のレベルを上げたら、まず上げたいなと思ってるのはそうなんです。ここなんです、ここ。やっぱね、数の力は偉大。まあ、もちろんね、射撃で攻撃したいときに、攻撃するっていうときにはね、この、あの射撃兵のその HP とかを上げるのも大事なんですけど、部隊定員を上げると何がいいって、同盟ボスのね、同盟ボスとかワールドボスの安定が狙えると思ってるんですよね。特に同盟ボス、今私100位に行くか行かないかの狭間にいるので、今週ね、部隊定員を増やしてからの初の同盟ポストなんで、安定してね、100位以内に入れれば、あの、文明装備を、もらう速度がね、少し加速するので、ここすぐ上げたいんですよ。メルコックさん、ヒカさん、ありがとうございます。傾斜変わるんだ。あ、1時間数的に行くんじゃないんだ。12%上がるのをより上げたい。ありがとうございます、情報。そうなんだ。それはいい情報です。なるほど。後半になったら一気に上がる、いつものやつですね。構成には18%、3は30%。メロコックさん、構成3までいってるのやばすぎる。構成3って、
昴生さんって計40じゃないですか？ね、軍事研究所レベル5だから計40ですよね。なるほどね。12%、18%、30%っていうことは、全部で60%上がるんだ。えぐ。あ、なんかよく見たら枠が金色になってる。金色。あ、でも、こいつも金色な気がすんな。あれでも、さっきの構成値金色だった？銀だよね。もうなんか、構成2以上は金なのか。そんな上がるんだ。これ1%しかないから。ヘロコックさん。情報提供だけなんだ。徐々出ちゃってる。いや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 。いや、情報ありがとうございます。すげえ。すごすぎる。いや、そんな上がるのか。夢がある。いや、そりゃ強い。そう、もうなんか K40 から異次元だなって。まあ、K40 はギリ、あれですけど、もう本当に T15 持ちの K15 マジ異次元だからな。で、K41 とかもなんか、ちょっと頭おかしい強さになってる気がしていて。K41 とかも部隊転移アップ。やっぱな、これだよな、これだよな。K41 もなんか、K41 になった瞬間に部隊転移の数おかしいなと思ったんですけど、やっぱここに部隊転移あるんだな。はい、ということで、あとはフリーダムセット全部、集めるんだね。いや、香料装備でお願いします。香料が欲しいです。いやなるほど。いや、そう、やっぱね、やっぱ軍権も盾伸ばす必要ありますよね。そして、ヒカさんも12%って知ってるっていうことはもう、当然、当然マックスってことですね。いや、そう、もうね、この K37 になってるこの軍事研究所レベル2列でね、もう一番もう輝いて見えるこの物体転移アップ。いやー、これをね、これをすぐ上げたいんです。だから、のさん、こんじゃるはコメントありがとうございます。金曜日からの、資源還元、そう、では、もうこの科学院と戦勝記念塔で、後の端数をこの生産拠点で、全部上げて、まあ、なるべくね、資源、なんていうか、何もしなくて得する施設って、もう早く上げれば早くなる上げるほど得だと私は思ってますと。いうことで、いつも通りね、この辺を先に上げる気なんです。で、でも、まあ、急ぐべき戦勝記念塔科学院。で、本当は MA も上げたいんだけど、軍事研究所も上げたいんだけど、軍事研究所は泣く泣く諦めますと。泣き泣く、次のね、資源還元に回しますと。てか、じゃないと10B をなんか中途半端に超えても多分終わるんで。で、5月末のタイミングで、できればね、できれば生産力を上げた力で 20B 消費を狙っていきたいなと。今ね、ちょっと貯めながら頑張ってるので、20B 消費狙うところで軍権をね、上げる。5月末の資源還元で軍権をレベル2に上げる。それまでに戦術研究のね、還元が来てくれれば、もうすぐ縦に伸ばせるようにやっとくっていうのがね、今のところのプランですと。まあ、その意味では、次、軍権レベル2を上げるタイミングまでに来なかったら、泣く泣く、泣く泣く工場兵器の人権のここだけ多分上げます。縦に行きます。はい。もうしょうがない。しょうがない。部隊転移は大事。長谷川さん、その下の開演、その下の限例、レード転移アップも上げたい。これですね。参謀本部のレード転移アップ。これも強いけど、私多分ラリーセッターにはしばらくならないからいいかな、みたいに。まあもちろんね、最低限上げるんですけど、これは私は当て回しになりそうな感じがしてますかね。もうみんな周りね、K40 が増えてきて、もうなんか追いつくのに必死なんですよね。ヒカさん、もう戦術の巻物もかなり減ってきたので、MA3 で必要な分集めるまで、K3 じゃちょ預けかなと思っています。いや、そうだと思うんですよ。
最近その還元イベントもないし、そもそもね、結構要求数が高いかなっていう感じなので、そう、もう気軽に上げられない。もうなんか枯渇するのが目に見えてて、もなので私、そう、K38 は多分すごくゆっくりになる。多分年内には上げないかなって思ってます。はい。きっとね、研究も多分あんまり、賢者の石も大変だし、巻物も大変だしっていうので、きっとね、研究も大変だし、そもそも資源が大変なので、で、上げるまでに、この辺も上げときたいんですよね。この、馬小屋ここでもバフ入るじゃないですか、この、騎兵の攻力、騎兵の HP。で、何よりも工場兵器上げたいので、このね、工場兵器の火力も HP も上げたいんですけど、こいつマジえぐいですよね。こいつぶっ壊れてると思うんですけど、ワークショップを上げるために参謀本部レベル36にせよってなってて、私33なんですけどっていう。はい。これを上げるためにはね、大使館もまず36にしなきゃいけなくて、市場は36にしちゃったわ。はい。大使館36にして、参謀本部を上げないと、ワークショップを上げれませんみたいなね、今もうすでに依存関係の地獄が見えてるので、はい、なんか急な依存関係に悩まされないように、もう基本的に全部、37クラスにね、上げてから38にしようかな、みたいなのが計画ということで、はい、素晴らしきね、K37 の世界の後の、素晴らしき K38 の世界は、しばらく、しばらくお預けかなと思っています。メロコックさん、JAL さん予想では巻物還元いつ頃でした？ですね、私の予想では先週の金曜日でした。はい、外れました。外れましたじゃなくて外れましたじゃなくて、マジで運営が出してこない意味がわからない。これまでね、ちゃんと3週間サイクルだったんですけど、で、本当に通常の順番でいくとですね、装備製造、今ね、消費還元で装備製造来てると思うんですけれども、製造達人か。はい。製造達人の後って、スーパー強化が来るんですよ。はいね、先週まで来てたばっかなんですけど、またね、スーパー強化が来るはずだと思いますと。はい。で、スーパー強化が来た後に、戦術研究が来るっていうのが、これ、過去の、もはや、もはや過去のなんですけど過去の流れでは、そのサイクルでした。ということで、今週の金曜日はきっと来ないかなと思ってます。来るとしたら来週の金曜日に、戦術研究が来るっていうかもうマジでいい加減来てほしいっていう感じです。はい。ただ、謎にもう2ヶ月ぐらい来てません。はい。これで、悲しいのはみんな軍権上げたくて K36 にしたのに、その途端、戦術のやつ来なくなったみたいなコメントをね、たくさん、見ていて、もうね、悲しい気持ちになってます。みんな同じ気持ちなんだっていうのと、運営、運営は何なんだろうってね、思ってます。はい、ということで、ちょっとね、戦術の還元はね、読めないです。通常のサイクルで考えると、一応来週です。が、これまでお預けしたからには、もう、順番なんて関係ないから今週の金曜日出てくれが、個人的な願いです。はい。もうね、なんか最近毎回軍検、戦術研究の話してる気がする。それほどに待ち望んでいる。ヒカさん、すごい。JAL さんとほぼ同じ方針で、今、ワークショップ36建設中。おー、すごい。もう K36 着手し、ワークショップ36着手してる。いや、そう。いや、結局、その、なんというか、やっぱね、バフ上げていかないとダメだと思うんですよね。たかが5%、されど5%で、この積み重ねで強くなるので、ね、そういうのもあって、担当官もね、少しずつ、この前、スカデンベルグをね、赤星1にしたんですけど、やっぱね、こういうこまめなバフの積み重ねがないと、やっぱ、防衛上をする絶対条件だと思うんですよね、バフを高めるっていうのが。兵を無駄死にさせることになっちゃうんで。
っていうので、そう。ってなると、この辺を上げてからじゃないと、別に白レベル上げてもあんま関係ないなっていう。そう。だからこそ今の自分の城がハリボテだと思ってるし、これをね、しっかり上げていきたいなと思ってます。神殿もね、上げたいですね。神殿もね、上げると、せめてね、K36 は急ぎたくて、K36 にすると、このね、再試20回ボーナスが25回ボーナスでちょっと、毎回の発動条件がちょっと大変になるんですけども、射撃と工場兵器の攻撃力が5%ずつ、騎兵と歩兵の防御力が5%ずつ上がるというね、ただこれだけで5%上がるっていうちょっとお得なやつだと思ってるので、はい、そう、これもね、上げていきたいんですけれども、ちょっとまだまだ先の話だなとも思いつつ、FA 月さん、こんにちは。格上の城のレポート見てて、工場兵器の T15 を全然見かけないですけど、ワークショップのレベルって他の訓練所と比べるとめっちゃ上げにくいんですよね。いや、そうなんですよね。いや、これまでは、罠工場依存だったのに、K36 にするタイミング参謀本部レベル36って出てきて、これ今後参謀本部縛りなんですかね。だとしたらエグすぎるなと思うんですけど、はい、ちょっとね、この辺の情報も一応 Wiki さんを見れば載ってるんですけれども、はるか昔にちょっと眺めただけで私実は見てなくて、というよりも、上がった時に、上がった時の衝撃を自分で受けようと思って、ネタバレしないように、あえてね、もうなんかちゃんと見てないんですよ。っていうのもあって、馬小屋とかはね、なんか依存かけなくて優しいなと思うけど、ね、車上は条件が厳しいとかね、あって。はい。そう、私もね、そう、工場兵器の T15 あんま見ないなと思ってました。騎兵とか射撃兵、歩兵あたりは T15 作ってる人もいるんですけど、工場兵器の T15 だけないなっていう方を、K40 の人でね、見ることはあるので、そう、K40 の大半の人は T15 まだ作ってないみたいな方が多い気がしていて、まあそもそもね、K40 の、この施設、上げるのに確か 30B ずつ必要なんですよ。はい。資源の消費還元、一撃で余裕で達成するぜっていうね、話も知ってるので、はい。最近ね、うちのサーバー K40 がどんどん増えてきてるんですけど、みんなね、もうこの辺を上げるのに、また城と同じぐらい RSS が必要だよ、みたいな、みんな言ってるんで、はい、やばいなって、やばいなって思ってます。やばいなと思ってるからこそ、なんか私、画面がちっちゃいまま喋ってた。失礼しました。はい、まあ、この辺のね、施設を上げるために、やっぱり RSS がめちゃめちゃ必要ということで、まあ、だからこそね、農場を作って、焼いて稼ぐ人が来るんだろうなと思うんですけどちょっとね、バランスやばいよ。もうちょっと優しくしてよって思いますよね。まあ、それでも、上げ切ってる人がいるからな。はい。ということで、そう、K40 はね、見ても、ピンキリで、まだ T15 がなかったらね、戦えるっていうのはあるんですけど、K41 はもうダメですね。K41 見かけたら逃げます。T15 にはマジでかなわない。はい。何の話したっけそう、軍艦、ね。軍艦は、レベル2に上げるのは5月末ですので、それまでに戦術研究が来てほしいなと思っています。はい。もうなんかね、毎週ね、順番ではここで来るはずですっていうのを毎週言って、毎週外れて、もう心苦しいです、私は。はい。悲しい気持ちでいっぱいですが、一応、製造達人の次はスーパー強化が来て、その次は戦術研究なので、予定ではきっと来週なんですけど、来週も来ない可能性があります。はい。そろそろみんなで運営にクレームしてもいいんじゃないかなって思います。はい。ということで、もう悲しい話やめよう。悲しい話はやめよう。はい。ということで、K37 に、
して、基本的には私はここでステイをして、各施設をね、上げていこうと思っています。特にね、監視塔が計37、監視塔のレベルを37まで上げられるようになったのも大きくて、このね、レベル37の、このアンロック偵察ターゲットの往生担当官の詳細情報を解禁しますみたいなね、これ書いてあるんですけど、これ担当官、往生担当官ってね、書いてあるからね、ここの担当官と誤認するんですけど、防衛官のね、情報が詳しく見れる感じになっていて、どんな装備をつけてるかだとか、そういったこともね、チェックできるようになるみたいなので、はい、これね、監視を上げるの楽しみにしてます。はい。で、各施設を30段にしておくことで、38以降のね、施設のレベルアップも、やりやすくなるかなというふうに思っているので、まずはね、順番的にはもう生産施設をまずガン上げします。で、施設を上げながら 20B のタイミングで少しずつ、資源還元を 20B 今回は達成するぞっていうタイミングで、兵を増やしながらっていうような感じのバランスで、少しずつね、増強していこうかなと思っています。はい。といったところで、K37のね、プランみたいなところは、こんな感じになります。はい。ということで、K37 になったから何かが建てられるようになったみたいなね、話がないので、あまりね、多くを語ることはできなかったんですけども、一応ね、流れの中でお伝えした K37 の中でも特に効果が大きいと個人的に思っているのは、軍権レベルにできることによるこの部隊定員アップ、構成1のところですね。あと、科学院、防御の進化にあるこの戦いの道。はい、この辺が、非常に、重要な研究だと思ってますと。はい、この辺がね、上げることができれば、もう少しね、サーバー戦争に力入れて良くなるなと思ってるので、特にね、防衛力も、かなり上がる見込みなので、はい、ここ、非常に、この、この列をね、上げることをね、非常に楽しみにしています。はい。で、あとね、そう、わざとそう、今最近サーバー戦争ちょっと少ない、参加が少ないんですけども、その一つがね、今、エスメラルダが、あとちょっとで目標タッチに達成しますと。はい。私ね、無課金のくせに何でもやりたいマンなんで、今、エスメラルダを上げて、美人スキルのこのフラメンコダンスをね、レベル5にしようとしてますと。さすがに、さすがに、モンスター限定ですけど、火力60%アップは偉いと思うんですよ。はい。皆さんね、きっと5とか5も取ってないよって方多いと思うんですけど、私はワールドボスも同盟ボスも、ランキングをね、狙っていきたいと思ってるので、これプラス60をね、狙っていましたということで、やっとプラス60に到達しそうですと。はい。こっちはいいです。バカボンドの歌いいです。いや、強いんですけどね、強いんですけど。で、次にやるのが、プリンセスシシ。プリンセスシシを次はあげようと思ってますと、プリンセスシシに求めてるのは、そう、これ、王座上の女王。はい。さっきのね、戦いの道と一緒ですね。命の源の価値が爆上がりする素敵な、能力ですし、かつね、これをレベルマックスにする間に、この自然な美しさと比類なき才華も、レベル5に達成するんですよ。で、これを達成することによって、駐屯射撃兵の攻撃力、攻衛の火力が上がるし、射撃兵と工場兵器の防御と HP も24%上がるということで、これめちゃくちゃでかいなと思ってて。はい、射撃兵とね、工場兵器の防御 HP ってなかなか上げづらいので、はい、プリンセス C ね、めちゃくちゃ強いと思ってて、本当は上げたかったんですけど、先に今、エスメラルダを片付けてって言い方が非常によろしくないけれどもはい。美人好きのためだけに育ててるからな。はい。こっちをね、あげようかなと思ってますと。プリンセス獅子あげたら、同じようなね、考え方でドルシネアですね。はい。この、命の源の価値をね、高めて、はい。やっていこうかなっていう感じです。メルコックさん、レベル達成時のリワードも結構いい感じのね、レベル18だと。いや、そう、やばいですよね、リワード。あのー
ジェムがなんか、急にボンボコ上がり始めるし、エピック歴史の名称もめっちゃもらえるし、でね、ちょうどアレースやルーンもたくさん欲しくなってくる頃合いなんですよっていうのでね、そう、この辺ね、大盤振る舞いでいいですよね。で、ちなみに、シャロンでね、ネックレスが比較的よくもらえるので、ジュエリーネックレスですよね。ジュエリーネックレスの、集め時がシャロンなので、はい、ぜひね、シャロンで。今週のさ、なのでそう、今週のね、日曜日のシャロン終わったら、上げ終わるんじゃないかなってなんとなく思ってるんですけど、はい。この辺上げて、そう、これを日曜日に上げ終わって、ワールドボス殴りたいな、みたいに思ってますね。あれ、今日交流したんだっけ？交流しますか？あ、終わってた。はい、終わってました。はい、そんな感じですと。冬月さん、カサンドラとそのスキンも手に入れましたが、全く一致つく予定がないです。お、カサンドラの、あれですね、スキンも手に入れたんですね。おめでとうございます。彼女、なんか、人生変わりましたぐらいに変わりますよね。お色直しすると。あの、本当に同一人物ですかみたいな、レベルだった気がするんですけど。てか、そう、この辺のね、なんていうか、あの上げるの大変すぎるんだよな。なかなか、溜まっていて、まあ、その意味では別に私、カサンドラを仮にこれ無課金でも手に入れられるものだとしても、育てられる気が全くしてなかったので、はい、まあ、なんか手に入らなかったら、まあ、いっかってね、結構ね、思ってます。はい。で、気になるのは、この、魂の伴侶、課金者限定にしてるけど、もしかしてそろそろ真珠も課金限定の真珠が来るのではなかろうかっていうのはね、ちょっと気になってますね。はい。メルコックさん、後で来るでしょう、多分。まあ、そう、なんか、しばらくしたら出るかなとは思うんだよな。もともと、プリンセスシシーやリアドネも課金限定だったんですけど、しばらくしてね、ゲットできるようになったので、まあ、いずれ、まあ、まあでもどっちみちもらってもな、あれだから、もうちょっとね、なんていうか、レアアイテムのね、排出率を上げてほしいですよね。さっきの元老院の金枝のとこでも話をしたんですけど、まあ集まりませんと。あと、刻印の宝石も、今は貯めてるんですけども、この充血のやつもね、なかなか集まらなくて。はい。ちょっとね、レアアイテムがしんどすぎる問題ありますよね。アレースの血とかもそうですし。はい。もう少し敷居を下げてほしいなと思いつつ。えーっと、ひとまず、K37 関連の話はこんなところかなと。で、私今日ね、0時からBOG、ガウカメラに、参戦予定なので、まあ、その準備もあるので、少しね、早めに終わろうかなと思います。メロコックさん、同盟ボスとかワールドボス狙いなら、今度ジョセフィーヌ来た時に選ぶというか、まあ、そうなんですよ。そうなんですよ。ジョセフィーヌのスキルは、そう、騎兵もりもりですよね。そう、これいいなと思ってます。そうなんです。そう、PVP って、サーバー戦争とか PVP って相手によるじゃないですか。当たり運もあると思うんですよ。でも、ワールドボスとかって別に毎週変わらないんで、しっかりね、バフを上げれば毎週上がってくんですよねっていう、毎週上がってくのが楽しくてってなってた時に、ジョゼフィーヌさんいいですよね。はい、なのでね、そう、ワールドボスとかは、毎回ね、ワールドボス、同盟ボスは記録を毎週、ちゃんと残すようにしていて、はい、エクセルにメモを入れるけど、まだ保存で残しとくみたいなね、はい、やってましたが、
はい、これがね、やっぱ毎週意識してると、しっかりダメージ上がってってるんですよね。それがね、楽しくてしょうがないです。はい。で、そう、サーバー戦争はやっぱり当たり運があると思いますというので、先週のね、サーバー戦争大変だったんですよ。はい。結果はね、うちのサーバーの、トッププレイヤーたちがめちゃくちゃ頑張ってくれて、はい。みんな 6B、5B、5B、4B、4B とかね、2.7B、約 2B、2B、はい。はい。まあ、この辺の人たち、計39以上、まあ、ほぼ計40、K40、K39 の人たちがめちゃくちゃ頑張って、相手のね、サーバーを征服して、こっちのサーバー、あっちの王城を征服して、こっちの王城は守りきって、なんとかね、勝ちましたというところで、相手にね、K42 がいて、めちゃくちゃ大変そうでした。K42 が強かった。まあ、幸いね、若いサーバーで K42 以外は、そんなにその層として熱いわけじゃなかったので、こっちはね、K40、K39 の数の暴力で削って勝ってましたね。いや、すごかったです。はい、いつもね、いつかこれに参戦したいなと思うんですけど、K42 との戦いは参加したいなと思わなかったです。はい、もう、これね、スコアに現れてますよね。今週のサーバー戦争は非常におとなしくしていました。はい。K42、2800%だったかな、バフ確か。なんか、どんな種類も2800%近いバフだったような気がしますし、当然 T15 がいて、ね、もう私なんか一撃で吹っ飛んじゃうんで、多分。はい。あ、安全に行こうって安全に行こうってなってました。はい。ということで、すごかったですね。相手のトッププレイヤーの方、出てこない？このループチョックスさんですかね。13B だったのが 12.7B に下がってんな。はい。この人がね、めちゃくちゃ、基人のごとき働きをして、なんか知らないけど、うちのサーバーにずっといるし、はい。すごく、活躍はされてましたが、活躍されてましたが、この方のネガティブ信じられないことになってるとは思います。一回ね、この 12.7B 空になってたんですよ。はい、空になってたっていうか、この方たちがね、頑張って空にしてたんですよ。すごいなって思ってました。のんのさん、数の暴力に戦える K42 もすごいですね。いや、ほんとそう。ほんとそうなんですよ。K40、K39、K40 が5、6人で戦って、やっと1人潰すみたいな。ガンダム対ザクみたいなことになってたね。この表現が伝わるかどうかわからない。ガンダム対ザクだったら、ザク勝ちようがねえな。はい、もうちょい強いわ。ザクはちょっとひどすぎるわ。うぞうむぞうじゃないもん。みんな強い、みんな強いのよ。みんな強いけど魔王みたいなのがいて。はい、すごかったです。でもそう、K42 を、空にしてたのは、すごかったな、すごかったです。はい。まあ、その辺のね、まあ、いろいろあって、ちょっと今ね、同盟の、トッププレイヤーが今ね、SNG に集まっていて、まあ、ちょっと今後ね、うちのサーバーもどうなっていくのかっていうところはちょっと気になるところではあるのですが、はい、トップ同盟にね、今、K40 が4人 ?5 人とか、まあなんか揃っていて、今すごいことになってますね。はい、うちのサーバーも、やっぱり強い人が集まって、PVP 特化になってく感じがするなって感じがしますね。冬月さん、今回もミラクルシーズンだったんですけど、空気読んで翼未所持にランキングを譲るべきか悩んでました。まあその辺は難しいですよね。いや、むしろその空気を読まなくて良くなるようにできたのがミラクルシーズンな気もするので、はい。前よりも空気、なんかそこで気を使いすぎず参加してねえが、運営サイドのメッセージだとは思います。そこは難しいとこですよね。のんのさん、うちのサーバー集まれるほど同盟同士が仲良くないです。まあ、うちのサーバーも結構いがみ合ってることは多かったんですけど、今回は、まあ、
トップの人たちが協力をしてましたね。はい。いいことだと思います。まあ、何ですか？敵の敵、敵の敵は味方みたいな、なんていうの共通の敵が出てきて味方にみたいな、なんかそういうのが起こってましたが、はい、そういうのが本当に無理っていうね、サーバーもあるとは思うので、でも難しいですよね。その、合併とかがあってもシャッフルじゃないから、今のサーバーの人たちとはずっと付き合っていかなきゃいけないんで、私はね、なるべく敵を作らないようにまあ別に敵を作るような行為をしないんですけれども、はい、当たり障りなく生きてます。はい、そんなところで、うちのサーバーもね、このサーバー戦争が始まった直後は、まあ、みんなそこまでね、やる気を出してたわけでもなかったかなと。まだ翼が取ってない人たちが頑張れるといいね、みたいな序盤は話があった気がするんですけども、まあ、なんか途中からね、K42 がクソ暴れていて、もうみんなでぶちのめすぞってなってたような気がします。なんか流れ的には。はい。だから K42 が煽ってきたんだっけな。まあ私、あんまりね、あの、リアル、リアルで用事もあったんで、まあそもそもあんまり見れてなかったんですけど、なんか気づいたら、なんか、ぶちのめすぞってなってました。という感じで熱い展開になってたです。羨ましいです。ということで。はい。相相手側のサーバーにヒールがいるとワンチャンあるかもしれません。はい。そんなところで。あと、振り返り系なんだろうな。振り返り。振り返りで行くのもあれなので、順番に上からイベント見ていこうかなと思いますということで、同盟総動員が終わりましたは、まあ、先週もね、話した通りかなと思うので、リワード受け取り忘れないようにね、気をつけてください。でね、残念ながらね、うちの同盟はね、今回、あのーランキング17位ということで、エピックから落ちちゃったんですよね。はい、同盟メンバーランキングをね、見たくないけど見るんですけども、はい、クエスト1個しか取ってないっていうのはね、単純にやってないんだよな。緑とか青のクエスト、クリアできない人いないと思うんですよ。もう1年半や経ってるんで、このサーバー。はい。金をね、みんなが金をクリアするっていうのは、難しいとは思うんですけど、全く取ってないとか、110人の同盟で、まあ、60%いかない人しかやってないっていうのはね、ちょっとこれは残念かなというか、まあ、多少ね、皆さんのやる気が減ってきちゃってるのかなって思わなくはないかなっていう感じがしますね。二極化してます。しっかりね、報酬を狙ってる人は、まあ、しっかり稼いでて、で、まだ足らないっていう方はね、また頑張ればいいと思うんで、全然いいと思うんですけど、そう、全く取ってないっていうのがね、増えてきちゃってるなっていうのがちょっと残念なところ。はい。ということで、来季は、レジェンドでね、頑張ろうと思いますということで、まあ、レジェンドはレジェンドでね、もらえる将軍数が少なくなっちゃうけれども、簡単にクリアできるんで、さっくり終わらせようかなって思ってます。冬月さん、玄馬の鏡22位でお城が期限付きのやつしかもらえませんでした。お疲れ様です。そう。はい、まあ、バナーなくなっちゃいましたけど、そう、長期イベントで、ランキング上位だと、A 級のお城もらえたやつでしたが、22位でしたか？ 20 位まででしたっけ？いや、もうちょっときつかったっけな？いや、22位すごい。確か、先週木曜日、先週土曜、先々週の土曜かな、まあ、配信した時なんか3位とか、なんかすごく上位にいらっしゃったような。でもなんかあれ、あの後、ランキングの桁おかしかったですよね。なんかトップの人たちのなんか桁がおかしいなって見てました。はい。なんていうか、その、石油プレイヤーたちにね、ちょっとついていくの大変だと思うんで、ちょっと残念だったんですけど、ちょっと命を大事にと言いますか、いや、でもね、城は、
白はちょっと残念でしたね。でも、期限付きだとしても、バフとか、アンロックしたあれにはなると思いますので、はい、22位は十分上位です。おめでとうございます。さてさて。あ、そうだ、思い出した。なんだっけ。その、そのイベント、なんかバグがありましたよね。これ、ストーリーイベント。なんか、ストーリーイベントのやつ、これじゃないな。これか。はい、なんか結局、メリッサーニ陣営がね、はい、私予想した通り、メリッサーニ陣営が勝ったなって感じだったんですけど、なんかそこのね、リワードがちゃんともらえてなくて、っていうので、後でね、追加でリワード来てましたね。はい。で、このミラージュボックスね、開いたんですけど、はい、残念ながらいいアイテムは出ませんでした。ということで、はい、長期イベントね、大体、なんか感覚的に4ヶ月に1回長期イベント来てるかなと思うので、次来るのはね、また8月ぐらいに来るのかなと思いますと。で、どうなんですかね、ゴジラとキングコングの映画のコラボやるかな、やらないんじゃないかなと思ってるけど、やったらいいなという感じではありますね。はい。で、バッカスのバーがね、また来てますということで、またこの3日間、長期イベントの狭間のバッカスイベントがまた来てますということで、これ毎日ね、弾けると思いますと、多分最終日ね、多分足んなくて弾けないと思うんですけど、はい、多分これ最後の1回な気がする。なんか適当に、この辺。はい、残念。はい、なかなかね、いいのが当たらない。はい、ちょっと前にね、喋った通り、はい、ネックレスを私は選んでました。はい。これね、最後のね、コスト30が多分無理で、1日でもらえるの多分25とかまでなので、ちょっと足らないんですよね。はい。ということで、まあ、今回はもうこれで終わりかなとは思っています。はい。で、バックスの場は、星の女神は関係ない、栄光の瞬間ね、栄光の瞬間、今回も、8分の8達成しましたということで、はい。計42を避け、しっかりクエストは達成するということで、ここまでとって満足してました。はい。で、フン族また来ましたね。はい。フン族はね、もともと、この、戦場ショップの期限みたいなのからね、また最後来るんだろうなっていう予想通りのタイミングで来ました。で、前からお伝えしている通り、この赤血の精髄ね、これがね、非常にレアな、アイテムなので、これをね、交換するのをお勧めしています。私はすでに交換し、さらに、今ね、このね、制服のかけらを今狙ってます。はい、このステージクリアリワードがね、取れれば、稼げればね、結構ポイントは集まると思うので、私ね、ナイトメア7までしかいけてないんですけれども、まだね、ノーマルやってないんで、このノーマルが終われば、確実に制服がゲットできるかなというところで、はい、これは明日、明後日、まだね、今日入れて3日ありますということで、まだ今日やってない人はね、6回チャレンジできると思いますので、しっかりね、集めて、リワードを、ゲットしていただけたらと思いますっていうところと、気になるのは、これシーズン4が終わったと。リセットされないよね、多分ね。今までもシーズン2、3、4ってなんか上がってきているので、多分上がらない、これ、減ることはないと思いますので、私ね、この鋭利な刃強行みたいなやつをね、今、こいつだけ今上げ続けてますということで、はい、レベル8からね、レベル9にするのめちゃくちゃ大変で、レベル9からレベル10にするのどうしようかなって悩んでますが、きっとマックスにしようかなって、きっとマックスにするだろうなって思ってます。はい、まあそんなところで。はい、この辺のね、ルーンの庇護のやつもね、しっかり集めながら、気に入ったやつをあげた。まあ、気に入ったというか、本当はね、多分敵に合わせて交換するとかがいいのかもしれないですけど、この辺はね、偉い人が解析したら、その情報を、はい、お話しできたらなと思いますということで、ちょっと私でやるには力不足なので、
見守ってます。はい。あとね、巨人の知恵の新年がまた来ましたということで、これはね、しばらく、時間があります。まだね、今日入れて13日間あるイベントなので、かつ、これステージ4までね、終わったらまたステージ1から始まるっていうのがね、以前分かりましたので、なるべくね、効率よく開けていくようにするのがいいかなと思いつつ、この麻酔っていうやつね、もう運でしかないので、はい、いかに、運よく開けられるかだと思いますと、毎日ね、モンスター討伐で10個手に入るので、私まだ今回やってなくての20個今溜まってます。適当にやっていこう。No. Why? やった。もうここは確定したから、緑、緑。ない。緑ないよ。やった。緑がない。これ、下手くそすぎません？先開けるか。下手くそすぎない？はい、これね、緑当てゲームなんですけど、やめて！ふざけはい、こういうことをしてると、ね、これが足らなくなって、ステージ4まで行けなくなっちゃうんで、皆さんはね、しっかり、ここにあるっていうのを当ててください。私は最後まで当てることができませんでした。ひどいよ。ひどすぎる。はい。ちなみにこれ何のリワードもらえたか、なんか分かりづらいのちょっとひどいですよね。はい。で、ステージ2はね、これ頑張りがいがあるやつで、このね、全部縦長、1マスのやつじゃないので、ちょっと優しいですねと。縦長のやつがあるので、ただね、横になってたりするんですよ。だから、この辺とかね、この辺とかを狙っていくと、角度が高い。はい。こんな感じでね、すでに。まあもう4つ使っちゃったらもう開けらんないよ。おかしいな。20個もあったのに。はい。こんな感じで狙っていくと、少しずつね、隙間が見えていくので、はい、うまくね、最小の手数で見つけられるようにね、皆さん、ぜひ頑張っていただけたらと思います。ステージにはやりがいがあるステージ。ステージ3は、1マスのやつがあって、なんかちょっと辛かった感じがします。ステージ4は、そう、ステージ4もね、長いのばっかりで、なんかやりがいがあるステージだったような気がします。はい、ということで、まあ、これね、まあ、単純にリワードもらい得なので、毎日ね、モンスター討伐して10個、ゲットしていくようにしましょうと。はい。で、王の対決はどうでもいい。で、今回は毎日強化が来てますねということで、はい、私はなんかまだ中途半端にしかやってないんで、はい。毎日ね、適当に強化していこうかなというところです。で、クレイジーエッグもいつも通り、で、戦場系の話もしていくか。はい、カタラナウムの戦い。これまでのシャロンイベントって、ガウガメラのイベントがなくなって、その代わりにシャロンだったんですよ。ただ、まあなんか、今回ね、お知らせが来ていました。さっきね、さっきもお知らせ、ちらっと映ったんですけど、はい、カタラルームの戦い名誉ランキングステージ開催時間調整のお知らせということで、皆様の要望にお答えするため、シーズン9カタラルームの戦い名誉ランキングステージの開催時間は週末に変更しました。はい。メジャーリングの、ラウンド1の名誉ランキングステージは、グリーンチ標準日5月5日13時に開催されますよという、これはね、日本時間の10時のやつですと。ということで、日曜日から月曜日にかけての開催に、今回からね、今回だけなのかもしれないような書きぶりなんですけども、変わりましたということで、見ていただくと分かる通り、5月5日からの、枠、私はね、エリートリーグだったので、5月5日からの
5月6日のこの時間帯でね、選べる感じですと。で、10時、12時の枠がね、ないんですけど、これはメジャーリーグに、メジャーリーグはもう全部この時間固定ですよと。で、それ以外の人たちはここから、それ以外の場所から選んでねという感じになってますという感じで、今回はね、日曜日にずれてますっていうのがラウンド1から4まで続きますということで、これ、あれですね。大変ですね。1週間3戦場っていうことになりますね。はい。水曜日から木曜日がガウガメラ、土曜日から日曜日が、コンスタ、日曜日から月曜日が、シャロン、カタナヌムの戦いということで、なかなかね、大変なこの1ヶ月はね、なかなか大変かなと思いつつ、リワードがね、その分、1戦場分ね、増える。ガウガメラが今までなくなってたんですけど、またそれがね、もらえるようになるので、まあその辺はちょっとね、個人的には嬉しいなというところですかね。で、ラウンドリワードも一応、ざっと見た限りは別になんか減らされてるってことはなさそうだなみたいに思ってました。はい、ということで、はい、シャロンのね、戦場って、ネックレスもらえるんですよ。なのでね、ぜひぜひ、お時間ある方はね、参加してもらえるといいのかなって思ってます。はい。ということで、残念ながらね、メジャー行かなかったですね。まあでもなんか、もうなんかジュニアになっても仕方ないかなみたいな雰囲気だったんですけど、なんか4回負けたんですよね。同じとこに2回当たってめちゃくちゃ強くて、ボコられたんですけど、まあ多分ポイントはね、結構稼いでたので、なんとかね、エリートリーグになりましたね。はい、いったところで、今回は、エリートリーグで頑張っていきたいと思います。ということで、皆さんね、今週は、1週間で3回、この1ヶ月は、1週間に3回成長あるということで、寝不足には気をつけていただき頑張りましょう。はい。ということで、コンサがありますよと、ガウンガメラも始まりますよということで、私ね、42分後にガウガメラがあるので、ちょっと早めに配信を閉じようかなと思います。はい。で、お茶の文化、これ、いつもの貿易商品イベントですね。はい。これは特に言うこともないでしょう。で、同盟対決戦が、また、今週の金曜日から、サインアップが始まります。金、土がサインアップということで、忘れずにね、皆さんサインアップするように、しましょうというところで、はい、先週のね、木曜日の配信でも、お伝えした通り、やっぱね、同盟対決戦は PVP なので、レイヤーをね、組まないと一気に勝率が下がるので、しっかりね、レイヤーを意識して設定してもらうのがいいかなというところですと。はい。なんかこの配信に来てくださる方はね、大体その辺はご存知の方が多いような気もしつつ、はい。と言いつつね、そんなことを言っちゃうと、なんていうか、まだ始めたばっかりだよっていう方のね、質問を遮る気はないので、もしね、わからないよっていう方は、ぜひ聞いてください。なんていうか、海外圏のね、ゲームなのでね、なんていうか、サーバーの人に聞こうと思ってもよくわからないっていうのはね、あると思うので、ぜひね、気軽に質問してくださいということで、時間もあれなので、とりあえずサクサク進みます。この名称肖像画展はいつも通りのやつなんでいいとして、溜め込み戦略ね、毎日右上の宝箱からチケットをもらえるんで集めましょうねっていう感じ。これそろそろね、何で交換しようかなをちょっと悩んでたりします。はい、19でもう20に達しますというところで、ルーンがね、最近足らないんで、ちょっとどうしようかなって、なりつつ、巻物もどうせいずれ足らなくなるしなっていうのを思いつつっていうのでね、とりあえず、エンブレム欲しいなってなってて、はい、きっと40までは貯めます。きっと1300は無理だと思ってるので、40まで貯めてちょっと悩もうかなみたいに思ってます。はい。で、あとは、限定セールとか製造達人とかね、この辺はいつも通りで、最後のやつ、これみんな大好き文明ルーレット、また今回も来てくれました。はい。今回、王権のかけらが1回出ました。嬉しいです。はい。先々週だかの配信でもね、お伝えした通り、王権のね、確率0.45%なんで、超ラッキーでした。はい。ここで運を使ったから、さっき、あのパズルを見つけることができなかったなと思います。
全然 OK。王権かけらの方がいいです。はい、ということで、これね、いつも通り、毎日ね、3回、お安くなってるんで、しっかり毎日3回はやろうね、というところで、今日分やっとこう。制服来い、制服来い。あ、やった、制服来た。はい、制服来たからの、はい、天井ボーナス、制服。というところで、昨日、今日、マックスで文明コイン集めていると、今日50になってるかなと思います。はい。資源採集から1日10個、モンスター動物から90個ということで。で、1日25ずつ余って、最終日は75余るんですけど、まあね、端数の5は回すことができないので、まあ、毎日ね、全力で頑張る必要もないんですけど、一応ね、損しない範囲で、資源採集もね、していただくといいのかなというところですというところで、はい。あと、私は、5か。今日ね、あと5ぐらい引いとけば、はい、明日資源採集絶対するから、確実に、取りっぱぐれがない感じになりそうだな。オッケーオッケー。はい。ということで、制服のかけらが20になったな。やったぜ。最近その制服のかけらを、もらえる機会っていうのがちょっと増えてきましたと。文明装備がね、少しずつ、運営が配るようになってくれたかなというところで、ちょっとだけね、ペースが上がってる気がします。はい、嬉しいですね。さあ、フン族もね、イベント来るたびに、頑張ればもらえるので。はい、ということで、まあ、少し、どうだろうな。今回のフン族で今21になってたから、まあ、あと2ヶ月後ぐらいにはね、また、制服側の文明装備がね、ゲットできそうかなと思っています。何ゲットしようかな。はい。ちょっとこれはね、少しずつ考えておこうかなと思います。ベヒーモスの方が参加したい。もしかしてもう一個参加できるわーい。ベイヤール。ベイヤールもね、ゴールドが足らないんで、なるべくね、参加してるんですよね、ベイヤールも。よいしょっと。はい、そんなところで、さあ、あとは、なんだっけな。なんか飛ばしたような気がする。あ、同盟ボス飛ばした。そうだ。はい、同盟ボスですね。なんか、今回48%まで減ってる。やば。殴らなきゃ。はい、今のところね、1150集まってますよということで、まだ殴ってないので、今回のね、なんか一気に戻っちゃった。今週もですね、しっかり殴って、ここで130ゲットするのと合わせて、ランキングリワードね、狙っていきたいかなと思いますということで、だいたいね、まあ、2.7M、2.6だと、ちょっと、下振れするとね、ダメなんで、2.7M ぐらいをね、狙えるといいかなというところで、後でね、バフをしっかりかけて殴ろうかなと思っています。やっぱね、時間が経つと、他の人たちもね、ランキングが上がってくるので、ちょっとずつ、ちょっと大変なってきてるんですけれども、K37 になったということで、どれぐらい、順位を目指せるのかやってみようかなと思ってます。まあ、K50 は、50位以上はね、まだ絶対無理だなと思ってるんですけど、80位ぐらいがね、出ると、ちょっとしばらく安泰だなと思うので、80位ぐらいをね、狙っていきたいなと思ってます。いつもね、この100位ギリギリ、99位でランクインしました、98位にランクインしましたとか、で、そもそもランクインしなくてね、なぜか200位までの報酬もらえないみたいなね、クソ仕様になってるので、はい、ちなみに、これについてね、運営に、問い合わせをしたところ、過去の記録はもう残ってないので、調べられませんみたいな、なんか、非常に残念な回答が返ってきて、一応リワードも補填もらったんですけど、201位から500位以内のなんかアイテムで補填もらいましたね。はい、ちょっとどうかと思います。皆さんね、100位ギリギリみたいなね、スクショを取って、改善を要求するといいんじゃないかなと思います。はい。運営は、私の改善要求は、ちゃんとリワードを、表示されている通りに配ってほしいっていう話と、
1日ぐらいランキングがちゃんと残る、表示する期間を用意してほしいですっていうのをね、コメントした覚えがあります。はい、まあそんなところで、同盟ボスね、今日で次のリセットまでで終わってしまうので、皆さん忘れず殴りましょう。これね、確実に負傷者が出るので、私、ガウカメラが終わってからいつもね、やってるんで、はい、ガウカメラが終わったら殴ろうかなと思ってます。はい、そのところかな。これで、なんか話そうと思ってたことがあったような、なかったような、まあ、いっか。まあ、ままあ、いっかな。うん、覚えてない。まあ、いっか。はい。で、イベント予想のところの話を今度していくんですけれども、今週末は、まあ、キルイベントの週ですねということで、キルイベントがあるサーバーは気をつけてねっていうところ、あとは、まあ、ちょっと話しましたけれども、同盟対決戦がね、サインアップ始まるので、忘れずにね、金、土のうちにサインアップしましょうと。はい、参加するだけでね、リワード増えるはずなので、ぜひ参加しましょうというところで、コンサと、シャロン、2日ね、連続であるので、お気をつけくださいと。まあ、日本はね、月曜日、祝日だと思うので、カレンダー通りの、喉が。カレンダー通りの方であればね、比較的参加しやすい、ラッキーなタイミングかなとは思いますが、はい。この1ヶ月、そういう、この感じのスケジュールなので、皆さん気をつけてください。で、金曜日からね、みんな大好き、バーブが来ます。はい、バーバリアンですね。はい、バン族はね、もう本当に、うまいね、構成を、見つけることができれば、負傷がね、2桁とかで済んで、リソースボロ儲け、毎日リソースめっちゃ稼げるっていうね、素敵なイベントで、私も最近大好きなんですけれども、はい、またね、今週金曜日から来ますということで、BOB とかのね、サーバーじゃなければね、しっかり、毎日10回殴ってリソースを回収しましょうというところだと思ってます。最低限ね、レベル2だけでも、死んだ城を殴るのと相当な、リソースはもらえると思うのでね、ぜひ、毎日10回殴っていくのがいいのかなと思ってます。あと、真珠スケールがね、来るはずです。真珠スケールは、先々月に、なんだっけ、牛ちゃんが増えたばっかりなので、名前、なんつったっけ、あいつ。牛ちゃん。ナンディンだ、ナンディン。ナンディンがね、増えたばっかりなので、今月はまだ来ないはずです、新しいのは。でも、来月新しいの来るかもしれないと思っているので、まだね、真珠スケールあるよ、残ってるよっていう方もね、来月新しいの来た時に即交換できるように、まあ、最低限ね、400集めておくのがいいのかなと。で、400以上ね、ある方は、品質アップのね、アイテムに交換できるタイミング、貴重なタイミングなので、そこを上げていくのがいいのかなと思ってます。はい、私はね、一応計算上、フ族も来てくれたので、このね、ベヘリットみたいな、このアイテムを360個多分集まる見込みなので、精霊をね、品質を金色に上げようかなと思ってます。はい。で、あとは、なんかね、前回変則で先に王の花道来たんですけど、通常通りであれば、金曜日からは軍隊の招集、月曜日から、王の花道が来ると思われますが、なんかね、謎に前回、逆になってましたね。で、逆だと、王の対決との噛み合わせが悪いんですよ。あの王の対決の訓練と、あ、軍隊の招集がちゃんと最初に来てくれれば、次の週の王の対決の訓練のタイミングとしっかり合うので、無駄なくリソースがゲットできるんですけど、なんか、リワードがゲットできるんですけど、なんかね、ちょっと前回噛み合わせが悪くて、はい。なんか、なんで逆にしてきたんだろうなっていう意味不明だったんですけど、はい。今回はね、ちゃんと
招集、軍隊の招集が先に来てくれたらいいなと思ってます。で、資源、同時還元がね、来て、またすぐ資源の消費還元イベントが来ますということで、はい、連チャンね、大変だと思うんですけども、前前回同様ね、10B の達成を私は目指して頑張っていこうと思っています。というのと、あとね、超お得な育成が来るはずです。なんか一回謎のスキップがあったんですけど、まあ、きっと超大型イベントに合わせるためだけにずらしてきたんだなと思うので、通常進行に戻るのであれば、金曜日からね、また超お得な育成が来るのかなと思いますということで、最近ね、なんか一回、真の超お得な育成を見ちゃってから、もう、普段のお得な育成、ちょっともうなんか霞んで見えるんですよね。はい、真珠を育てることでもポイントが入る、真の超お得な育成がね、来ることを、祈っています。いや、本当に待ってる。そのためにね、今、刻印貯めてるんで、まあ、今すぐ別に刻印のレベル上げなくてもいいかというところでね、今ちょっと耐えてるので、貯めてるので、まあ、ジムがきついっていうのもあるんですけど、はい、早く来てくれないかなって思っています。はい、それがね、来たらね、このナインリンも、レベルを上げて刻印を解放しようかなと思っています。はい、もうね、それ待ちで結構ね、真珠エキスポね、もう結構溜まって、でもなんかさすがに刻印解放までにいかなそうな気がするな。はい、まあ、いいか。経験値、14M 12M 必要でしょ？これででも 8M あるな。8M、10M。いけそうです。うん、やっぱりナインリン、刻印解放できる気がする。はい、っていう形で、はい、実はね、今、ずっと、超お得な育成のタイミングで一手上げしようって貯めてます。はい。とか言ってね、またしばらく来ないみたいなね、悲しみを受けるかもしれないんですけれども、はい、まあなんか、そんなに急がないね、やつなので、なんか別にこまめに別にこれを上げなくていいかなって思ってる範囲なので、来た時にね、より得できるような感じで狙ってるっていう感じですかね。はい。で、一番最後に言及するのは、はい、戦術研究は、今回は戦術研究のターンじゃないです。えー今週が製造の達人だったので、順当にいけば、スーパーリファインの、スーパー強化がね、金曜日から来る予定ですと。はい。ただ、もう本当にね、この枠は最近変則です。もう丸々ね、イベントが来なかったりっていうのもかなりあったので、マジでわからないです。読めないです。スーパー強化って書いてあるけど、そもそも来ないこともあり得るし、いい裏切り方をして、戦術研究が来るかもしれません。もう最近ね、戦術研究って書くともう来ないんじゃないかっていうね、もうなんか謎のもうジンクスじゃないかなと思ってるんで、もう戦術研究のアイコン書くのやめようかなと思ってるんですけど、はい。とりあえずね、今回は普通に製造達人の後は、スーパー強化が来るはずではありますということで、いい意味で運営がね、裏切ってくれることを、祈ってますという感じです。はい。そんなところで、イベントのところをお話ししていきました。で、私のね、資源還元の、狙い的には、準備消費をね、また狙ってるので、戦勝記念塔と、科学院、あとは生産施設のガン上げみたいなところをね、やっていく予定です。ちなみに、生産力もね、もうすでにいくつか K37 にしたんですよというところで、鉄とかね、K37 に、ちょっとずつしているんですけれども、まあ、その効果もあって、時給がね、3.5M とか、木材 3.8M とか、4M に近づいてきましたね。嬉しいですね。確か、K37 で生産施設上げまくって、バフもそれなりにあって、で、人気をつけると 4M、時給 4M いくっていうね、話が、確か、あった気がするので、ちょっとね、その時給 4M を目指してやっていこうかなというふうに思っていて、はい、ここをね、先に
上げていきたいなと思っています。そろそろね、ちょっと農場が、農場の生産力が今 3.8M なんですけど、3.7M か。なんですけど、これは4点ちょいとかになったら、1個農場をぶち壊して、鉱石とかをね、増やそうかなってちょっと悩んでます。やっぱね、食料がずっと余り続けるんだよな。ヒカさん、RSS 還元続くとしんどいです。いや、そうなんですよね。なかなかやっぱ余裕しゃくしゃくで達成っていうのも難しいと思うので、やっぱある程度その期間がないと増やせない、ストックできないっていうのがあって、そう、鉄も4B 貯めることができたので、一応ね、10B は達成できると思うんですけど、もともとは 20B 達成をもともとは狙ってたんですけど、もうなんか無理だなっていう、ストックしてたのを吐き出して、10B、10B、10B っていう達成に今なろうとしてるんですけど、そう、同時還元嬉しいんですけど、これぐらいたまに来るぐらいがいいですね。はい。枯渇しちゃう。枯渇しちゃう。本当はね、20B 達成をしたかったなっていうところあるんですけど、それもね、ちょっとできないので、いや、もうとにもかくにも生産力が足らないのがいけない。生産力を上げるんだ。はい。っていうのでね、そう、刻印も早く上げたいんで、超お得な育成ね、お願いしますというところでは思ってます。メルコックさん、巻物6万を早く吐き出したい。巻物6万もあるんすか？すげえ。すげえけど、それもきっとなくなるんだろうな。もう賢者の石のトラウマを私はもう一生忘れないんでその6万もきっと安牌じゃないですよね。ってなるとやっぱ還元タイミングでやりたいですよね。はい、はい、ほんとね、戦術研究2ヶ月来てないんですよ。本当にいい加減来てくれってもう、最近のこの配信で毎週言ってるけど、はい、ほんとね、みんな、この、配信を見てくださってるけど、みんな思ってると思うんだよな。はい、運営さん、戦術研究来るのをお待ちしてます。変則でいいです。はい、スーパー強化が来るって予想しといたんで、裏切って戦術研究って言っちゃダメか。まあいいや。見てるわけないからいいや。はい。戦術研究ね。はい。来てほしいです。もう本当に私は待ち望んでます。はい。もう我々は2ヶ月間待ったんだっていう感じです、今。はい。よし。そんなところかな。一通り話したいことを話せた気がする。で、そう、今週ね、今週っていうか先週は火曜日に配信できると言ったくせに、配信できずすみませんでした。はい、飲み会の予定があったのをすっかり忘れておりまして、あ、やべえ、火曜日ダメだってなって、はい、急遽ね、水曜日に、シフトさせていただきました。来週こそは、来週はね、大丈夫のはずですね。はい。来週は予定通り、5月7日10時から、いつも通りの枠でね、配信予定です。そうですね。今月はもう大丈夫なはず。ちょっとね、4月は、ね、新しい年度でちょっといろいろ、イベントがね、重なっちゃったんですけども、5月は大丈夫。で、6月がね、またね、退職シーズンなんですよ、うちの会社。ちょっと6月もちょっとあれなんですけど、はい、4月はね、もう予定通りの進行になりますんで、また、毎週ね、10時配信していけたらと思います。まあでもね、来週何やろうかなと思ってて、来週ね、そろそろ溜まったエンブレムを整理したいんですよね。エンブレムがね、今1127と、溜まってきて、来週までにはね、1200いきそうかなと思っているので、来週もしかしたら、エンブレム整理配信をね、するかもしれません。はい、エンブレムね、中途半端なんで、さっきね、モンハンに力入れたいみたいな話してたんですけど、モンハンエンブレムね、足りてないんですよ。こっち頑張ってるんですけど、こっち、魂の右下のエンブレムはね、
対モンスター攻撃力1個しかついてなくて、こんなんじゃダメだっつって、今、待ってるんで、はい。ちゃんとこれを引くまでね、耐えてあげようと思ってるので、はい。ということで、これ忘れちゃうから、はい。これから PVP 始まるからこっちに寄せよう。メロコックさん、ガウガメラファイトです。レベル15楽しみですね。楽しみ、いや、もうね、楽しみより恐怖しかないんですけどね。この、無慈悲にレベル15とかで、訓練とか荷重が出るんじゃないかっていう、このビクビク。本当に沼だからね、このガチャ、このガチャはね、もう下手したら強化以上に、ひどい沼なんで、もう、マジで怖いんですけど、はい、どうにかした。冬月さん、エンブレム見てたら頭が痛くなります。いや、本当ですよ。マジでエグい仕組みだからな、これ。前、前のゲームでもあったんだよな。前のゲームでもね、こういうシステムがあってね、本当にクソ沼システムで課金調査させられた覚えがあるんだよな。はい、じゃあもうやめよう。ありがとうございます。はい、PVP。そう。これも戻し忘れると危ないんで。これもね、ちょっとね、まだね、エンブレムね、足りてないんでね。はい、攻撃時とかついちゃってますけど。違う、これね、攻撃時でもいいかなってちょっと悩んでんだよな。まあいいや。そう。騎兵だけはね、あべこべにする価値があるからね、ちょっと、はい、この辺は、まあいいだろう。よし。はい、ちょうど切りもいいかな。15分前だからトイレ行って準備して、で、戦争に参加できるかな。よし。さあ、珍しく、今日はちょっと早めに、終わります。富山さん、こんばんは。コメントありがとうございます。すごい、こんばんはってコメントしてくれたところで申し訳ないんですけど、今まさに終わらんと欲すってところでした。今日ね、ガウガメラが、12時からね、24時からね、あるんで、ちょっとね、そっち行っちゃうんですよ。はい。ということで、ちょっと、残念ながら、これで終わってしまいますが、よかったら、アーカイブを見直していただけるとありがたいです。回復しとこう。はい。そんなところで、今日はね、K37 になりました、みたいな報告配信でした。ひとまずね、前半でちょっと喋った通り、もう K38 にはしばらくしないですと。それまでに、K37、すべてのね、施設、ほぼすべての施設を、37相当に上げてから38にしようかなという計画でいますので、ここからね、じっくり、育成をね、していこうかなと思っています。はい、城のレベルも、城じゃない、施設のレベルも技術も、兵も、ここからガン上げ。はい。ひとまずのね、目標の K37 到達したんで、ガン上げしていこうと思ってますので、はい。よろしくお願いします。というところで。吉部さんお疲れ様でした。コメントありがとうございます。はい。そんなところで、今週の配信はこれにて終了します。またね、来週火曜日に、やっていこうかなと思います。富山さん、ランダム文明装備の転換で大失敗しました。同じものが当たるとは思わなかった。強化石に化けてしまった。ランダム文明装備の転換ってなんだろう。私多分知らないぞ、それ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。それ知らない子だな。それ知らない子だな。ランダム文明装備の転換が外す文明装備になんかあるんだ。もしかして文明装備のやつが30ないと意味ないかな。共有詳細。同盟ボスの文明装備宝箱。そういうことですね。開封したやつが良くなかったよって話ですね。なるほど、なるほど、なるほど。ランダムな文明装備で負けの宝箱。はい。同じのが出てきたってそういうことか。
もうほんとね、ほんとね、もうランダム嫌いなんですよ、私も。もう本当に、もうまたフリーダムスター引く気がしてて、怖くてしょうがない。いや、どんまいです。もう本当に、本当ガチャ怖いですよね。はい。ということで、理解できました。ありがとうございます。ほいほい。ということで、切りもいいので、今日はこれにて配信を終了いたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。いつもコメントもありがとうございます。また、来週ね、火曜日10時に配信予定ですので、今度こそ、来週火曜日に10時配信予定ですので、よかったら、またご覧いただけたら、と思います。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価していただけますと幸いです。ありがとうございました。おつじゃる様でした。